ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、ベビーメタル暁、こちらを聞いて歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあベビーメタルのファンの皆様、たくさんのリクエストありがとうございます。前回初めて聞いたベビーメタルモノクロームザ・ファーストテイクバージョンの歌声分析動画、こちらのサムネイルの動画をですね、先月公開したんですけど、ものすごくたくさんのコメントをいただきましてですね、そしてたくさんのリクエストをいただきました。本当にありがとうございます。一つ一つしっかりと読ませていただきました。そしてそのリクエスト人気ナンバーワンの曲がですね、ベビーメタル暁ということで、今回歌声分析をしてみましたところ、スーメタルさんものすごい歌声ですね。まず一番僕がすごいなって思ったのは歌声の安定感なんですよね。この安定感は何かっていうと、歌の基礎レベルが尋常じゃなく高いっていうところなんですよ。ここがものすごく際立っていたかなっていうふうに思います。そして歌のテクニック的にもすごいですし、何よりリズム感が本当に素晴らしい。もう終始テンションマックスでした。そういった感じでですね、どこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが現在気になっているアーティストの魅力を伝える歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そして最近 YouTube で追加された新しい機能、ハイプ、2つ目のいいねみたいな機能なんですけれども、こちら1週間でお一人様3回までできます。こちらの動画皆さんいいっていうふうに思ってくださったらですね、ぜひお一人様ハイプを3回していただけたら嬉しいです。いっぱいハイプされると YouTube のハイプランキングっていうものにですね、こちらの動画がランクインすることができて、いろんな方に僕が思うベビーメタルの魅力をですね、伝えるチャンスが増えますので、ぜひご協力いただけたらなというふうに思います。それでは早速ベビーメタル暁歌声分析 GO！ めちゃくちゃいい声ですよね。ただ前回聞いたモノクロームの歌声よりも歌声に可愛らしいような成分が混ざってるかなっていうふうに思いました。7年前に公開された楽曲っていうことで、年齢的な声質の変化っていうのもあるのかもしれないんですけど、鼻のですね、鼻腔共鳴という部分の響きが強い歌声になってます。鼻腔共鳴の音色ってどういう音色かっていうと、鼻声の音色ですね。この鼻声の音色をコントロールすることによって声質のコントロールまでつなげてあげることができるポイントが鼻腔共鳴です。あと高い音域を出すときにですね、鼻にですね、声を入れるイメージで歌うと出しやすかったりするんですけど、その辺のコントロールがものすごくうまいですね。そして一つ一つの音をまっすぐ伸ばす声のコントロールもすごいなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ものすごく可愛くて綺麗な声ですね。そしてプラスして言うと、頭を響かせる音色、ヘッドボイスっていう響きもですね、歌声に混ざってるかなっていうふうに思います。歌声の美しさはですね、このヘッドボイスが大きく影響してるんじゃないかって思います。素晴らしい。次いきますよ。このハイトーンのキラキラしたような成分が先ほど言ったヘッドボイスの音色ですね。すごく心地いい歌声ですよね。もう一回聞いてみましょう。素晴らしい。そして相変わらず歌詞が聞き取りやすいんですよね。この辺はですね、口の中の空間、口腔共鳴の響きも多く使ってるっていうところが理由ですね。口腔共鳴っていうのはシンプルに口の大きさが大きく影響してきます。
口を大きく開けてはっきりと言葉を発音する、この基本なようなことなんですけど、ここに重点を置いているボーカリストって日本ではものすごく少ないんじゃないかなっていうふうに個人的に思ってます。次いきますよ。うわ、この最後のロングトーン素晴らしすぎますね。こういったロングトーン、長く伸ばすフレーズのことなんですけど、音がブレることなくまっすぐ声を伸ばせる。これがどれだけ難しいか。多くの方は長く伸ばすフレーズをビブラートで余韻を表現する。こういった歌い方する人多いですよね。こういった歌い方もすごく聞いていて心地いいんですけど、先ほども言ったようにまっすぐ音を伸ばすフレーズの方が難易度的にははるかに上なんですよ。なんでかっていうと、音をまっすぐ伸ばしている時に少しでも音がブレてしまったり、声を出している時の息の量が変わったりすると、一発でおかしいなっていう風に思われちゃうんですよね。その辺踏まえてもう一回聞いてみましょう。ほらほら、糸がまっすぐピーンと伸びてるかのような、すごく安定したロングトーンですよね。こういう風に歌えるようになるには、圧倒的な基礎力っていう部分が大事になってきます。主に息の吸い方と吐き方、そして腹筋と背筋の使い方。ここが歌ではベーシックな部分っていう風に言われているんですけど、ここの部分のレベルがですね、めちゃくちゃ高いですね。普段から相当トレーニングしてるんだなっていうのが伺えます。次いきますよ。うわ、この声、ごめんなさい、短く止めてしまって。すごく音抜けのいい声ですよね。これはですね、ミックスボイスっていう声を使っていますね。地声と裏声の中間の声って言われる声で、これもね、テクニック的にめちゃくちゃ難しい声なんですけど、完璧にコントロールしてますよね。そこに先ほど説明したヘッドボイスの音色が混ざってきた声なので、すごく音抜けもいいし、聞き心地も最高にいいしっていう本当に素晴らしい声。もう一回聞いてみましょう。ほら、ほら。いやー、すごすぎますね。7年前って何歳なんですかね、スーメタルさんは。20歳前後ぐらいかな、10代かな。いや、いずれにしろ、ものすごく若いのに、この歌のクオリティは半端ないですね。いや、さすが、リクエスト人気ナンバーワンの楽曲と歌声ですね。もう最初から感動しちゃってます。次いきますよ。あ、いい声。メタルが来ましたね。僕はこういうね、ギターのね、ズクズクズとかいう、そういうサウンド大好きなんですよね。ただ、スーメタルさんの美しくて可愛い歌声と激しいメタルのサウンド、普通だったら全く正反対だなっていう風に思う方多いと思うんですけど、実際聞いてみるとめちゃくちゃ合ってますよね。超かっこいい。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。いやー、若い頃の血が騒ぎますね。僕もね、昔、メタラーだったんですよ。アメリカンメタルとか、アメリカンハードロックが好きな時代がありまして、10代後半から20代半ばぐらいまでかな、もうすっごいいっぱい聴いてたんですよね。ハロウィンとか、レーサー X とか、あとはギタリストがメインなんですけど、インペリテリとかね、ハードロック系だとバンヘイレンとか、ミスタービッグとか、あとは王道ロックですけど、ボンジョビとかね、こういったあたりをね、すごく聞いていたんですよね。だからこういうサウンド大好きです。じゃあかっこいいイントロの部分はですね、ちょっと歌声分析とは違うので、歌い出しからいきますね。誤解されると悪いので説明しておきますけど、イントロバッチリ聞きました。めちゃくちゃかっこいい。セックスマシンガンズみたいな感じのサウンドでしたね。ギターの早弾きが入っていたり、めちゃくちゃかっこよかったです。じゃあ次 A メロですかね。行ってみましょうか。
バンドのサウンドが入ってきてもものすごくストレートな歌い方なんですね。結構こういうハイテンポな曲だとリズムを細かくとって歌のフレーズの中にアクセントを多めに入れるっていう感じの歌い手さんものすごく多いんですよね。なんでかっていうとアクセントがいっぱい入ってる歌の方がバックのサウンドに乗るんですよね。ただスーメタルさんはですね、どういう風にリズムをとって歌ってるかっていうとタタタタ、こういう感じで表のリズムって言われる位置でリズムをとって歌ってます。このリズムの取り方で歌うことによって歌の音符一つ一つがですね、バックのサウンドよりもちょっとだけこう後ろにいるようなリズムの位置関係ができるんですよね。これを後乗りって言います。この後乗りが出す雰囲気としては全体的にかっこいい重さを表現してくれるんですよ。スローテンポな激しい感じの楽曲で後乗りで歌うボーカリストって結構多いんですけど、こういう速いテンポの楽曲で後乗りで歌うっていうボーカリストって僕はあんまり聞いたことがないんですけど、めちゃくちゃかっこいいですね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。で、この表のリズムの取り方っていうのは日本の伝統的なリズムの取り方なんですよね。だから歌のフレーズはめちゃくちゃかっこいいし、楽曲もヘビメタなんですけど、どことなく和風感を感じるんですよね。こういったところに音楽に対してのこだわりがあるんじゃないかなっていうふうにね、僕は思います。次いきますよ。月がのがの音で口を大きく開けて歌ってるような感じがしますね。普通だったら月がっていう風に声のイメージを上でキープするんですよね。高い音の声質に低い音の声質を合わせにいくというか。でもスーメタルさんはここであえて月がっていう風に響きを下に落としてるんですよ。ごめんなさい、すごく難しい話をしてるんですけど、響きを上に置くと声が明るく軽い雰囲気が出て、下に落とすと重くてちょっとミステリアスな雰囲気が出るんですよね。その前までは明るくてキラキラしたような声質を使っていたんですけど、最後の最後でミステリアスな声質を1個ポンって入れることによってかっこいい怪しい雰囲気がこう増幅しているような感じがしますよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、月がってなってますよね。これが先ほど僕が言った響きを下に落としてミステリアスな感じの声質に変化させたっていうポイントです。ほんと細かいところまで考えて歌ってますね。次いきますよ。いや、いいハモリが美しいですね。僕の中でヘビメタっていうのは歌のメロディーとかギターの単音でのギターソロとかのフレーズに限りクラシックに精通しているっていうふうに思っていて、クラシックっていうのはやっぱ音で表現する美しさを追求するジャンルの音楽だっていうふうに思ってるんですよね。だからスーメタルさんの歌声も美しいしハーモニーも美しい。こういった美しい部分がヘビメタのバックサウンドに乗ることによってさらに魅力を増幅させてるんじゃないかなっていうふうにね、個人的に思います。もう一回聞いてみましょう。素晴らしい。いい。もうすごすぎてニヤニヤしちゃいますね。次いきますよ。で、今のところはその前よりも息を多めに使って歌ってるような感じがしますね。レコーディングされた声からは分かりづらい雰囲気の変化なんですけど、歌声のパワー感がですね、少しだけアップしたんですよね。で、この歌のパワー感をアップさせるために取った方法は、息の量を多く使って声を出すっていう発声法に切り替えたっていうことなんですよ。もう一回聞いてみましょうか。先ほどの僕の説明を聞いてから今のフレーズを聞くとすごく情熱的に歌ってる雰囲気感じ取れませんか？これがですね、歌のパワー感を増幅させた時の声質の変化なんですよね。あとプラスやっぱりスーメタルさんの気持ちもここのフレーズはこの前のフレーズよりも入ってると思うんですよ。
そのダブルの効果がですね、この素晴らしいフレーズを作り出してるんですね。めちゃくちゃかっこいいですよね。次いきますよ。で、ここで曲の雰囲気が明るくなりましたよね。そこに対してスーメタルさんはですね、声質を明るくすることによって曲の雰囲気と合う声で歌ってますよね。これどうやって変化させたかっていうと、口角をですね、こうクッと上げて歌ってるんですよ。わかりやすく言うと、笑顔で歌っているポイント。もう一回聞いてみましょう。よく聞くと、スーメタルさんの笑顔が想像できませんか？それぐらい明るくて、すごく可愛らしい声ですよね。もうキュンキュンしちゃいますね。次いきますよ。で、ここのフレーズは笑顔をやめて多分無表情で歌ってると思うんですよね。無表情で歌ってるんですけど、口は大きく開けているから、言葉の子音のアタック感が強くて、それがですね、アクセントになってかっこいい雰囲気を作り出しているポイントです。いや、歌の表現の幅がめちゃくちゃやっぱり広いですよね。もう一回聞いてみましょう。最高ですね。いや、ほんとこの若さでこの歌のクオリティはやばすぎます。次いきますよ。また同じフレーズがもう一回来ましたよね。ここでは笑顔で歌ってないんですよね。クールな感じな表情でまた歌ってると思います。同じメロディーのフレーズなんですけど、顔の表情で表現を変えるっていうね、素晴らしい。もう一回聞いてみましょう。そうか、歌詞が孤独も不安もっていう言葉だから、歌詞の世界観を表現するために選んだ声質がこれっていうことですよね。いやー、素晴らしすぎる。次いきますよ。でやっぱりね、この綺麗なロングトーンが出てくるとニヤニヤしちゃいますね。もう一回聞いてみましょう。いい。スーメタルさんの綺麗なロングトーンに対してハモリが入ってくると、さらに美しさが倍増してめちゃくちゃ聞き応えありますよね。次サビかな？行ってみましょう。うわかっこいい。めちゃくちゃかっこいいですね。サビ前のブレイクがたまんないですね。ブレイクっていうのは皆さんご存知かもしれないんですけど、バックのサウンドが止まって無音になったポイントをブレイクって言います。で、その無音の状態でスーメタルさんの声だけが流れる瞬間、たまらないですね。もう一回言ってみましょう。素晴らしい。いやー、最高です。次いきますよ。やっぱりメタルのこのテンポ感たまらないですよね。ズッタンとかダン、ズッタンとかダンみたいなこのドラムのパターンとか。で、そのすごく激しくて音圧のあるバックのサウンドなんですけど、スーメタルさんの声の存在感がですね、ものすごいですよね。歌声が埋もれちゃってもおかしくないぐらいのサウンドだと思うんですけど、やっぱりね、こういう部分も歌の基礎力ってすごく重要になってくるんですよね。先ほど言った呼吸法、腹式呼吸っていう呼吸法なんですけど、まずここがしっかりできていないと、歌で使う筋肉を使うことができないんですよね。だから腹式呼吸のレベルもですね、ものすごく高いと思いますし、腹式呼吸のレベルが高ければ高いほど体の使い方って比例して上達するので、結果的に声のコントロール力がものすごく高まるっていうね、それがスーメタルさんだと思います。もう一回聞いてみましょう。素晴らしいね。さすがりょんりょん先生に歌を習ってるだけあるなっていうのもあります。りょんりょん先生って日本でもトップのボイストレーナーなので、僕も習いたいぐらいです。で、りょんりょん先生は歌の基礎をですね、すごく大事にされる先生なので、もともとスーメタルさんの才能も素晴らしかったとは思うんですけど、やっぱりりょんりょん先生の指導も大きく影響してるのかなっていうふうにね、思います。次いきますよ。
で、高いところはおそらく口を大きく開けて歌ってるんじゃないかなって思います。なぜかっていうと、声の広がりがすごいんですよ。もう一回聞いてみましょう。滅びるまでみたいな、こういう感じで歌ってるんじゃないかなと思います。その直前までの声の雰囲気と今のでのところの声の雰囲気、歌声の輪郭が全然違うんですよね。これが僕が先ほど言った声の広がりがすごいっていうことの答えなんですけど、並大抵の努力じゃこの歌声は手に入らないですよ。いやー、尊敬しますね。次いきますよ。で、前回のモノクロームの時にも言ったと思うんですけど、リズム感がものすごくいいですよね。声の出し方も超一流だし、リズムも正確無比なんですよね。だからこそ、この歌声を聞いての安心感につながってるんですよ。リズムってちょっとでもずれてしまうと、やっぱり違和感を感じてしまいますし、かっこ悪くなっちゃうんですけど、スーメタルさんのね、この絶対的なリズム感があるからこそ出るこのかっこよさと安心感なんですよね。すごすぎます。じゃあ次の歌い出しからいきたいと思います。ギターソロかっこいいですね。やっぱメタルって言ったら早弾きですよね。あとね、ギターのフレーズのハモリもね、僕めちゃくちゃ大好きですね。しっかり堪能してますからね。じゃあいきますよ。ここは声の自然な流れをそのまま表現しているようなポイントですね。先ほど声を上に取るか下に取るかっていう風な話をしたと思うんですけど、声の自然な流れとして音域が高くなればなるほど声のイメージって上に上がるんですよね。少しずつキンキンした響きが声に乗ってくるというか。で、音域が下に下がれば下がるほど重くてもわっとしたような響きが声に乗ってくるんですけど、ここは高いところはキンキンした音色を声質に乗せて、低いところは低音のもわっとしたような音色をそのまま使ってるような感じの人間味あふれるフレーズかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。いいですね。過ぎてゆくみたいな感じかな。すいません、僕ね、あんな高い声をね、元気では歌えないので、オクターブ下で説明しましたけど、過ぎてゆくみたいな。ゆっくりやるとこういう感じかな。くのこの低いところでは、肺の中の胸腔共鳴っていうところの響きが多く出るんですよね。これが先ほど言った低音のもわっとした響きのポイントです。で、高いところのキンキンした響きっていうのは主に鼻腔共鳴と、あとヘッドボイスの響きなんですよね。ちなみに口腔共鳴の響きっていうのはちょっとね、じりじりしたような、こんな感じの響き。今、かなり大げさにやりましたけど、胸腔共鳴と口腔共鳴と鼻腔共鳴が歌の三大共鳴ポイントって言われてます。ヘッドボイスはちょっと特別枠なんですよね。次いきますよ。で、今のポイントはですね、鼻腔共鳴と頭部共鳴、ヘッドボイスですね。この2つの響きをメインに使っている歌声なんですよね。中音域を境目に声の音色を使い分けてるのかもしれないですね。さっき声の自然な流れをそのまま表現してるって言ったんですけど、中音域から高音域にかけては鼻腔共鳴とヘッドボイス。で、中音域から低音域にかけては胸の胸腔共鳴を多く使うみたいな、この2つの音色を使い分けて歌ってるんじゃないかなっていうふうに今思いました。もう一回聞いてみましょう。この辺は声の響きが統一されてる感じがするんですよね。おそらくこの時代のスーメタルさんはある一定の音域を基準にして先ほど言った鼻とヘッドボイスの声、そして口腔共鳴と胸腔共鳴の声みたいな感じで分けてるんじゃないかなって思います。次いきますよ。一回止めますね。この辺はもうほぼヘッドボイスっていう感じの美しい歌声ですよね。いやー、もはや芸術作品ですよね、スーメタルさんの歌声は。もう一回聞いてみましょう。
ほらほら。すごく綺麗な声です。おまけに可愛いっていうね。最強ですよね。次いきますよ。で、スーメタルさんのすごいところをもう一つ。この高い音域でパワーがある歌声にもかかわらず、声のベースとなる雰囲気はすごくリラックスしてる感じの声なんですよね。ここがね、ものすごいですね。やっぱり声っていうのはパワーが乗っている声は激しい雰囲気。パワーが乗っていない声は柔らかい雰囲気っていう、このね、二つに分かれると思うんですけど、でもスーメタルさんの声はパワーがある声なんですけど、優しく歌ってる時のような、ふわっと歌ってる時のような優しい雰囲気も感じれるんですよね。この声ものすごいですね。ほんと唯一無二の歌声の持ち主だと思います。もう一回聞いてみましょう。ほら。この感じているのあたりとか、すごく声に張り感、パワー感があるにもかかわらず、優しさも感じますよね。いや、こんなにすごい歌声、本当に世界的に見ても、ものすごくレアな歌声かと思います。次いきますよ。最後のロングトーンめちゃくちゃ長いですね。こんなに長いロングトーンなのにもかかわらず音がブレない。すごいですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら、すごくないですか？てかね、ごめんなさい。皆さんの方が知ってますよね。いや、基礎力お化けですね。ものすごい基礎が土台としてこうドーンってある上で、ものすごいテクニックが乗っているような、やっぱり安定感が凄まじいですよね。羨ましいです。次いきますよ。ここでハーフテンポになるんですね。ハーフテンポっていうのは、元々のテンポの半分のテンポになることをハーフテンポって言います。このゆったりとした雰囲気が心地いいですよね。で、ここでスーメタルさんはリズムの取り方を変えたんですよね。今まではタン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 だったのに対して、スーメタルさんのリズムの取り方もハーフテンポになってます。タン、タン、タン。こんな感じのリズムの取り方で歌ってますね。プラス、うっすらなんですけど、声に息の音を混ぜるウィスパーボイス。これも使ってるんじゃないかなって思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。静寂の中で、みたいな。ほんとうっすらなんですけど、柔らかい雰囲気を表現するためにウィスパーボイス、これ使ったんじゃないかなって思います。次いきますよ。傷ついたのたの歌い方がめちゃくちゃ可愛かったですね。いや、すべての魅力を持っている歌声ですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら。傷ついたのたのところで、鼻に入れる声の量を増やしたんですよね。鼻声の音色を増やしたっていうか。そこで作られたこのね、可愛い声たまらないですね。次いきますよ。で、ここで8ビートっていうドッパンドドッパンっていう一番ね、有名な安定感を感じれるビートに変化しましたよね。ちょっとだけこうスピード感も上がったように聞こえるっていうか。もう一回聞いてみましょう。で、8ビートになったことによって、スーメタルさんのリズムの取り方も、タン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 に戻したっていう感じのポイントですね。いや、歌声もすごいのに、このリズムの知識も素晴らしいですよね。本当にそのビートに対して的確に合うリズムの取り方で対応して歌ってるんですよ。だから実技的な知識もものすごい量を持ってると思うんですけど、座学だったりそういったなんか書き物をしながら勉強しないと覚えられないような音楽知識もものすごい豊富なんじゃないかなっていうふうにね、僕は推測します。
次いきますよ。いいね。いやー、いいね。心までのこの音幅やばいですよね。でも歌だけ聴いてると、何普通ですけどみたいなこの余裕感も最高にかっこいい。もう一回聴いてみましょう。いいなぁ。さらっと歌ってますけど、これ実際歌おうとするとめちゃくちゃ難しいですからね。なかなか音が取れないようなフレーズだと思います。次いきますよ。今の今のところの声も口角を上げたような音色で歌ってるかなっていうふうに思います。すごく明るくて可愛い声でしたよね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。今みたいな。まあ僕がやってもあまり伝わらないからごめんなさい。ものすごくね、可愛くて魅力的な声ですね。次いきますよ。ああ、いい。で、ここで歌い方が最初の歌い方のような雰囲気で歌っていますよね。全体的にすごく優しく柔らかい感じで、こう全てをね、包み込んでしまいそうな安心感までありますよね。ここでもウィスパーボイスをうっすら入れていると思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。で、声を全体的に後ろに引くような感じで歌ってんのかな。声を出すイメージをですね、こう後ろの方向に持ってくると全体的にこうふわっと柔らかい声を表現できるんですよね。そうなんじゃないかなって思います。次いきますよ。やっぱりそうですね。今の高いところも全体的に後ろに引いたようなイメージで歌ってます。高い声で本来だったらキラキラした成分がものすごくいっぱい出てもおかしくない音域なんですけど、やっぱりこう優しくてふわっとした雰囲気感じますよね。これは後ろに引くことによって表現された声質です。もう一回聞いてみましょう。いい声ですね。本当にうっとりしちゃいますよね。次いきますよ。あ、いい。で、やっぱりこうドラムが入ってビートがこう乗ってくると、そこからまたスーメタルさんリズムの取り方を変えて歌ってるんですよね。素晴らしい。もう一回聞いてみましょう。この1個前のフレーズよりも今の歌の方がスピード感を感じれたと思うんですよね。これはリズムを細かく取ったからこそ出るスピード感なんですよ。最初がダラララララ、こんな感じで歌ってたんですけど、今のところはダラララララ、倍のテンポでリズム取って歌ってるんですよね。リズムって細かく取れば取るほど歌に疾走感が乗ってくるんですよ。今のところはそういった部分を感じれたポイントかなっていうふうに思います。次いきますよ。はい、消えるまでめちゃくちゃ高いですね。ここ一番高い音じゃないかな、この曲の中で。その一番高い音が一番可愛いっていうね。最高ですね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、可愛いね。めちゃくちゃ可愛い声ですね。いや、どんどんハマってしまってます、僕は。いろいろコメントで教えてくれてありがとうございます。次いきますよ。で、今のポイントなんですけど、声の使い方もリズムの取り方も先ほどの落ちサビの最後のあたりと同じ歌い方とリズムの取り方をしてます。落ちサビで激しいポイントで歌うような歌い方をすることによって、最後の大サビで急にこうグワッと激しくなるっていう感じじゃなくて、フェードインしていくようなニュアンスを表現したかったのかな。歌声による大きな感情のアップダウンを作るんじゃなくて、聴いてくれるファンの方々にこう聞きやすいようなサウンド作りをしたというか、スーメタルさんの歌の実力だったらそれもね実現できますよね。
歌での表現力半端ないですから、もう一回聞いてみましょう。ほらほら。バックのサウンドはものすごく激しくなってるんですけど、落ちサビの部分からスーメタルさんの歌声に注目して聞いてみると、雰囲気の変化はほとんどないんですよね。この表現の発想がすごいですよね。普通だったらバックのサウンドの雰囲気に声の雰囲気も合わせていっちゃうパターンが多いと思うんですけど、スーメタルさんがこうね、凛として立ってるバックのシーンがこうガラッと変わったような、なんかそういった表現方法な気がして、なかなか聞くことのできない雰囲気作りかなっていうふうに思います。次いきますよ。ただ大サビっていうことで気持ちは今までのサビの中で一番入ってるのかなっていうふうに思います。いいなぁ。いや、ほんと魅力的な声ですね。歌声も最高、リズム感も最高、そして言葉も聞き取りやすい。もう最高の三拍子が揃ってますよね。次いきますよ。いい。何回言うんだって話ですよね。ごめんなさい。もうめちゃくちゃ浸っちゃってますね、今。もう歌声分析をね、一瞬忘れそうになる瞬間があります。本当にいい声。次いきますよ。やっぱブレイクいいですよね。バックの背景の時間が一瞬ピタッと止まったような感じなんですけど、スーメタルさんの歌声だけがこう動き続けているみたいな、そういったシーンがですね、イメージできてめちゃくちゃかっこいいですね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。いやでもメタル系の歌って歌うのすごい大変ですよね。音域的には問題ないかもしれないんですけど、やっぱりこうね、速いテンポに合わせて歌うっていうのがすごく難しいと思うんですよね。にもかかわらずここまで完璧に歌うスーメタルさん。相当練習したんじゃないかなっていうふうにね、思います、僕は。じゃないとこんなに完璧に歌えないですよね。そういった努力の背景が見える歌声ってね、やっぱり感動しちゃいます。次いきますよ。いいね。最後にこの綺麗なロングトーンがやってくるんですね。いや、僕、スーメタルさんのロングトーンめちゃくちゃ大好きですね。本当に綺麗なロングトーンだと思います。次いきますよ。いや、かっこいいなめちゃくちゃかっこいい。最後はピッキングハーモニクスっていうギターのテクニックの音で終わるんですね。いやー、最高でした。以上、ベビーメタル、暁、歌声分析はここで終了です。いやー、皆さんリクエストありがとうございます。最高の歌声、そして最高な楽曲を聴くことができました。まだベビーメタルの楽曲を聴くのは今回で2曲目なんですけど、また引き続きベビーメタルの歌声分析動画公開していきたいなっていうふうに思っていますので、どしどしコメントでもしねリクエストがありましたらリクエストしていただきたいなっていうふうに思います。いや本当にねスーメタルさんの歌声、そしてベビーメタルにめちゃくちゃハマってきてますよ。僕は若かりし頃に聴いていたメタルのサウンドのかっこよさをですね思い出しましたから、皆さんのおすすめ曲をですね、ぜひ教えてください。それでは今回の動画ここで終わります。動画の内容気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。